なあきなこ、 AI と喋るのってさ、いつもどっちが先に喋るかの順番待ちみたいでぎこちなくない？それもう変わったんだよ。オープン AI が2026年7月8日に発表した GPT ライブがその順番待ちをなくしたの。え、順番待ちがなくなるってどういうこと？相槌を打ちながら聞いたり、話を遮ったり、考える間を自然に置いたり、人間同士の会話みたいになったの。今日はその仕組みとまだできないことまで全部見せるね。まだできないことがあるの？そう、発表は華やかだけど実はまだ触れない人もいるの。順番に見ていこう。 AI との会話がそんなに自然になるなんて、なんかワクワクしてきたよ。ワクワクするけど、なんか裏がありそうな気配もするんだよな、きなこのその顔。でしょ。じゃあその仕組みからじっくり見ていこうね。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよじゃあ本題いくね。 GPT ライブの一番の特徴はフルデュプレックスっていう仕組みなの。う。何？また新しい呪文出てきた。僕もう無理かも。大丈夫、噛み砕いて説明するね。普通の電話とトランシーバー、この2つで例えると一発でわかるよ。トランシーバー？ああの動作っていうやつだよね。そうそう、トランシーバーは片方が話してる間、もう片方は黙って聞くだけ。喋る番が交互に来るこの方式が半二重って呼ばれてるの。ああの動作待ちのやつね。地味にテンポ悪いっていうか、間が気まずい時あるよな。実はね、今までの音声 AI も構造は同じだったの。こっちが話し終わるまで AI は待って、 AI が話してる間はこっちも黙って聞くしかなかった。待って、それって AI と話す時もいちいち動作待ちしてたってこと？まさにそういうこと。でも GPT ライブはそこが違うの。電話と同じ全二重方式に切り替わったんだよ。ほんまかいな。ってことはあのトランシーバーの動作待ちがまるっとなくなったってことな。そうなの。 GPT ライブは音声の入力と出力を同時に処理してて、相槌を打つか話の途中で割り込むか、それとも黙って待つか、そういう判断を1秒間に何度もしてるんだよ。1秒間に何回も判断ってめっちゃ忙しい AI やん。Y の適当な相槌にもついてこれるんそれ？適当なタイミングにこそ強いと思うよ。人間の会話ってそもそも綺麗に順番待ちしてないからね。確かに僕らも今思いっきりこうむって喋ってるもんね。でしょう。実はこの同時に処理する仕組み、 GPT ライブ一人でやってるわけじゃないんだよ。どういうこと？もう一人いるってこと？もう一人いるの？会話の途中に他の誰かが混ざってきたりしないの？ちょっと心配になってきた。混ざるっていうより裏でこっそりバトンタッチしてる感じかな。裏でもう一つの AI が働いてるの。次はその正体教えるね。さっき裏で動いてるもん一つの AI って言うてたやん。まさかそれ会話の途中でこっそりバトンタッチしてる相手のことなん？気になりすぎて夜も眠れへんかったわ。そう、その正体が GPT5.5 なんだよ。 GPT ライブは会話に特化した軽量モデルで、その裏にちゃっかり GPT5.5 が控えてるってわけ。難しい質問とか複雑な計算が来た時だけバックグラウンドでこっそり GPT5.5 に処理を投げて、答えが出たらすぐにまた自然な会話へ戻す仕組みなんだよ。丸投げしてるの？じゃあ会話の途中で急に喋ってる相手が変わったみたいになったりしないの？なんか心配になってきたよ。例えるなら受付係と専門家の分担だね。 GPT ライブが受付でお客さんの話をまず聞いて、難しい相談だけこっそり奥の専門家 GPT5.5 に回して答えをもらってくるの。なるほど、受付さんが自分で対応できへん相談だけ奥の専門家に回すってことやな。それめっちゃ賢い仕組みやん。ワイでも分かったで。例えばウェブ検索が必要な質問とか頭を使う複雑な推論が来た時だけ、その場で GPT5.5 にこっそり処理を任せて結果だけ会話に返す設計なの。それ全然気づかれないの？きなこの声のまま GPT5.5 が考えてる感じに聞こえるってこと？すごく自然だね。そこが GPT ライブのうまいところで、
委任してる間も相づちを打ちながら間を持たせて会話を途切れさせないように工夫されてる設計なんだよ。つまり普段は身軽な GPT ライブがいざという時だけ強い味方を呼ぶってことやな。めっちゃ賢い分担プレイやん。そういうこと。しかも読んでる間も会話が止まらないように工夫されてるから待たされてる感じもしないんだよ。ここまで聞くと自分が動画制作で使うツールにも同じ仕組みを取り入れたくなるよね。でも実はそれがまだできない事情があるんだよね。ちょっと待ってよ。さっきまで音声 AI すごいって盛り上がってたけど、じゃあ僕らが動画制作で使いたいってなっても今はまだ無理ってことを。そうなの。API 非公開だから今できるのはあくまでチャット GPT ユーザーとしての体験だけで開発者として自分のアプリに組み込める段階じゃないんだよね。はあ、ワイらみたいな動画クリエイターとか開発者は API まだ使われへんってこと？さっきまでの盛り上がりが一気にしぼむやん。そう、開発者向け API は発表の時点でまだ公開されてなくてサインアップフォームで登録するだけの状態なの。価格も提供時期も一切非公開なんだよね。価格も時期もまだ決まってないの？サインアップフォームに登録するだけって正直ちょっと拍子抜けの発表だなって思っちゃう。これは複数の海外メディアが一致して報じてる内容で開発者向けの音声 AI 競争でも重要なポイントなんだけど公式ブログの原文はまだ完全には確認しきれてないんだよね。じゃあ逆に聞くけど Google とか11ラボみたいなとこはもう開発者向けに音声 AI を提供してるんじゃないの？そうなんだよね。 Google や11ラボ、ディープグラムはもうずっと前から開発者向けの音声 AI 製品を持ってる。 GPT ライブはまだそのラインになべてない状態なの。なんでやだ。あんな派手に発表しといて実際にワイらみたいな作り手が手を出せるとこは結局まだ何にも変わってへんやんか。そこまで悲観することはないよ。チャット GPT を使ってる人にとっては会話の体験がちゃんと変わるから。ただ動画制作に組み込みたい開発者としてはまだ待ちの段階ってだけなの。なるほど。じゃあ今はまずチャット GPT で実際に体験してみるのが一番早いってことだね。そういうこと。 API 公開のニュースはまた続報として追いかけていきたいね。まとめると GPT ライブはフルデュプレックスで会話がぐっと自然になった。でも開発者向け API はまだ非公開で価格も未定なの。今できることとまだのこと整理できてよかった。これ保存しとこ。実際どこまで自然になったかは触ってみた人の感想次第だと思うんだよね。みんなはどう感じた？そういえば飼い主のタブレットも音声アシスタント使ってるけどあれとは全然違うんだろうな。そうだね。 API 公開されたら実際に触ってみた回もやりたいな。それはまた別の動画で。楽しみ。それとビジネスで音声 AI の導入を考えてる人は発表直後の情報だけで飛びつかない方がいいかもね。確かに価格も提供時期も決まってないんじゃ判断材料が足りないもんね。そうだね。 API 公開のタイミングとか続報もちゃんと追いかけていこうと思うよ。了解。次に AI と喋るときちょっと意識してみようかな。相づちのタイミングとか割り込みの仕方とか気にして聞くと結構面白いと思うよ。参考になったらいいねだか評価してくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。